私の名前は雪乃。趣味の延長でハンドメイド作家としてオリジナルの雑貨を作ってはネット上で販売して生計を立てています。旦那の圭吾とは結婚して7年が経つのですが、5年前に義母と同居を始めてからというもの、嫁いびりの毎日で地獄のような日々を送っていました。はじめのうちは圭吾にも助けを求めていたのですが、同居を始めて気が大きくなってしまったのか、全く聞く耳を持ってくれなかったのです。以来、私も彼に期待するのをやめ、助けを求めなくなりました。何これ？どうかしましたか？どうもこうもないわよ。こんなしょっぱいもの食べさせて、そんなに早くあの世へ行けって言うの？そんなつもりは。まったくお隣さんは子宝に恵まれているっていうのに、うちの嫁と来たら。嫌みったらしくため息をついてみせる義母。相性が悪いのかね。ほんと、役立たずな嫁ね。さっさと作り直しなさいよ。こんなやりとりが日常茶飯事でした。そんな中、お父さんが認知症だと診断されたのです。まだ軽度ではありましたが、今後進行していくことを考えると、母一人に任せるわけにはいきません。今後、私の時間も父の介護に割くことを考えると、警護の協力も必要になってくる。そう思った私は、あまり気乗りはしませんでしたが、警護に今後のことを相談することにしました。ねえ、ちょっと相談があるんだけど。最近お父さんの物忘れが増えてて、病院に連れて行ったんだけど、認知症だって。でって、他に何か言うことないの？はあ？お前の親が年取ったってだけだろ？だけって。うるさいわね。食事時にそんな話してんじゃないわよ。まずい飯が余計にまずくなるでしょ？そうだ。一向に私の話に聞く耳を持とうとしない二人。っていうか、一体どんな生活してたらボケるの？母さんは人一倍元気だもんな。当たり前よ。私は趣味に習い事に毎日充実した生活を送っているから、絶対にボケたりしないわ。でもお前の父親と母さんってあんま年変わんなかったよな。確かに義母は今年67歳で、私の父は70歳と3つしか変わりませんでした。年は大して変わりもしないのにこの格差。情けないなあ。もっと早くに私の若さの秘訣教えてあげればよかったわね。母さんを見習うように伝えてくれよ。あ、でももう手遅れか。二人は私のことだけでなく、あろうことか父のことまで侮辱するようになったのです。ちょっと、仮にも嫁の父親に対してどうしてそんなことが言えるの？昔から女は結婚したら旦那の家庭に尽くすものなのよ。自分の親とは縁を切ってもいいくらいなのに、そうさせないだけ感謝しなさい。そんなのあんまりです。口答えしてんじゃねえよ。お前のせいで飯がまずくなったわ。母さん、外になんか食いに行かない？いいわね。そういうことだから、残飯処理よろしくね。そう言い捨てると、二人はそそくさと家を出て行ってしまったのです。一人残される私。食卓に並んだ食べかけの食事を見て、涙が溢れ出してきました。何よりも、実の父親を馬鹿にされたことが悔しかったのです。もうあの二人に期待するのはやめよう。そう覚悟を決め、食事を片付けたのでした。それから数年間、私と母による父の介護生活が続いたのです。と言っても、私は常に寄り添うことはできなかったため、主に苦労していたのは母の方でした。介護が始まって5年が経った頃、父が他界したのです。認知症はかなり進んでいましたが、直接の原因は肺炎でした。年も年ということで、免疫力が落ちていたのでしょう。最後の数ヶ月は入院状態でしたが、幸い母も私も父の最後を見とることができました。あとは父を華やかに見送るだけ。最後の一仕事だと母と手分けして手配を進めていた時のことです。あなた、最近たるんでない？
はい？実家のことにかまけてないで、うちの嫁だって自覚を持ちなさいって言ってるの。お言葉ですが、最低限の家事はすべてこなしていますし、父の葬儀の準備で忙しいんです。そんなの母親に任せればいいじゃない。介護生活から解放されて手が空いてるんでしょ？そんなことできません。なんだお前、母さんに逆らうって言うのか？私が少し声を荒げると、それを遮るように圭吾が義母を擁護しました。そういうことじゃなくて、自分の親の最後ですよ。何より優先されるべきじゃないですか。はあ、何度も言ってるでしょ？女は結婚したら旦那の家庭に入るものなの。それでも、父は私の父です。最後まで面倒見させていただきます。ほんと融通の利かないやつだな。とりあえず腹減ったから飯。だから今忙しいって。最低限の家事はこなしてるんでしょ？私たちお腹が空いてるの。さっさと用意してちょうだい。私に命令するばかりで、自分たちでは全く動こうとしない二人。まるで産んでもいないのに、子供を二人育てているようでした。そして旦那と義母に阻まれながらも、ようやく一通りの日程が決まった時のこと。あさって、父の葬儀が執り行われることになったので、よろしくお願いします。よろしくって何が？何って葬儀よ？は？何？もしかして俺も行けって？え？当たり前でしょ？嫁の父親の葬儀なのよ。でも圭吾の親じゃないわよね。そうそう。だから、俺が行く必要はないだろ？はぁ？圭吾と義母の発言に耳を疑ってしまいました。それでも義理のお父さんでしょ？はぁ、圭吾？あんたなんでこんな物覚えの悪い女と結婚しちゃったの？ほんと、失敗したよな。ちょっと何言って。とにかくお前んちの家族は、俺にとっては他人なの。これでこの話は終わりな。結局、圭吾と義母は本当に葬儀に顔を出しませんでした。あれ？圭吾さんは？ごめんね。ちょっと忙しくて、今日来られないみたい。母を心配させたくない一心で、私は本当のことは伝えませんでした。もちろん、今までのことも一切話したことはありません。しかし、今回のことはさすがに母も少し違和感を感じた様子でした。そう。それだけ言ってその後、圭吾について触れることはありませんでした。きっと私の気まずそうな雰囲気を察したのでしょう。葬儀の最中も、義母からは、早く帰ってこい、飯はまだかと、催促の連絡が絶えませんでした。一通り終わった頃にはもう日は落ち、私も母も疲労困憊状態。やっと、すべて終わったわね。そうだね。長かったような、短かったような。大変だったよね。そうね。でも幸せだったわ。しみじみと思い出に浸る母。お母さん、今度一緒に旅行でも行こうよ。久しぶりに羽伸ばしちゃおう。でも雪の忙しいんじゃないの？大丈夫大丈夫。どこか行きたいところとかないの？そうね。あ、久しぶりにあそこに行きたいわね。それから、これからの楽しみを作るためにたくさん話をしました。母と別れて家に着いたのは夕方の6時。家に入ったら確実に何か嫌味を言われる。私は一呼吸置いて、覚悟を決めると、玄関の扉を開きました。あんた、家のことほったらかして、私の連絡も無視して、何様のつもり？すみません。今すぐご飯作りますから。飯はもう頼んだからいいよ。え？ちょうどその時、玄関のチャイムが鳴りました。はいはいはい。お待ちしてましたよ。それは超高級店として有名なお寿司でした。え、それって、あんたが遅いから仕方なく頼んだのよ。でも2つ？届けられた桶は2人分だけでした。なんでお前の分まで頼まなきゃいけないんだよ。そんな。あなたのせいで頼む羽目になったんだから、お支払いはよろしくね。そう言うと、さっさと2人で寿司を並べて食べ始めてしまいました。
配達員の方を待たせるわけにもいかず、仕方なく支払いを済ませてリビングに戻ると、二人が何やら大声で笑っていたのです。にしても割と粘ったわね。あんな状態で粘られたらたまったもんじゃねえって。話題は私の父のことでした。でもよかったじゃない。これであんたもやっと家に集中できるわね。よかった？そうだな。これからは家のことだけ考えて行動するように。あ、それより遺産はいくらか入ったんでしょ？おお、俺欲しい車あったんだよね。じゃあ私はブランドのバッグかしら。ふざけないで。人の親が亡くなったんですよ。どうしてそんなに笑っていられるんですか？一瞬黙り込む二人。何急に大声出してんだよ。何度も言ってるでしょ。それはあんたの親であって、圭吾の親じゃないの。じゃあお母さんは私の親じゃないってことでいいんですよね。お前、母さんに向かってなんて口聞いてんだ。あんたはうちに嫁いできたんだから、あんたの親はもう私だけなんだよ。なんとも自分勝手なことばかり言う二人。今までなら私も我慢していたでしょうが、散々父を侮辱してきたことを思うと耐えられませんでした。いい加減にして。初めて本気で怒っている私に圧倒されたのか、二人の表情が少しこわばったのがわかりました。今まで散々私や父のことを侮辱してきて、挙句の果てに父の死を笑うなんて許せない。今まで我慢してきた怒りが爆発したように怒鳴り散らす私。同時にこんな人たちを今まで許容してきた自分が情けなくて、涙が溢れてきました。うるさいわね。いい大人が泣いてわめいて恥ずかしくないの？そうだぞ。冗談も通じないのかよ、お前。冗談でも言っちゃいけないことがあるでしょ？だいたい子供も産めないような失敗作を嫁にもらってやったんだから、感謝されてもいいくらいなのに、何様のつもりなのよ。そうだよな。そんなにこの家に不満があるなら出てけよ。そうね。それがいいわ。俺が養ってやってるから、お前はのうのうとガラクタなんか作ってられるんだぞ。わかりました。今更謝ったって遅いんだよ。ここに私の居場所はないようですので、実家に帰らさせていただきます。はそこは素直に謝るところだろ。でも謝っても遅いんですよね。あんた何逆ギレしてんのよ。先に出て行けと言ったのはそちらですよね。あんたが出て行ったら、この家のことは誰がやるっていうの？ご自分でされたらいいじゃないですか。ここで話していても時間の無駄なので失礼します。私は荷物をまとめるために一旦自分の部屋にこもりました。そしてしばらく経って、いざ家を出ようとしたとき、義母と旦那がニヤニヤとしながら声をかけてきたのです。お前、あんま調子乗ってると、俺も容赦しないからな。義母と何やら話し合ったのでしょう。圭吾はある紙を見せつけ、自信満々に言い放ったのです。俺はいつ離婚したっていいんだからな。手に持っているのは離婚届でした。おそらく義母が事前に用意していたんでしょう。以前酔った義母が私に、あんたなんか圭吾にふさわしくない。いつか離婚させてやる。と言ってきたことを思い出しました。あんたなんかが離婚されたら、もう生きていけないわよ。お前を拾ってくれるほど、心の優しい男なんて、俺くらいだろうからな。構いませんよ。もう二人のことなんかどうでもよくなっていた私は、あっさり離婚を受け入れました。はぁ？私は圭吾から離婚届を奪い取って、そのまま家を出て行きました。よくよく考えれば、圭吾たちと縁を切って、私が失うものは何もないと分かったのです。お母さん、急にごめん。私、圭吾と離婚する。実家に着き、母にそう告げると、私は勢いのまま離婚届を書き上げました。何があったのか、聞いてもいい？母はそう言うと、疲れていたのにもかかわらず、ずっと私の話を聞いてくれました。そんな、ひどすぎる。今まで我慢させてごめんね。辛かったわね。
気づいたら二人して大泣きしていました。そんな家、出てきて正解だわ。うん。そうだ。さっき言ってたホテルを予約しましょう。一緒に疲れを落とすの。そうだね。そうとなればすぐに行動よ。母が連絡を入れたことで、なんと3日後には部屋が取れたのでした。そして旅行当日、久々の旅行に浮かれ、私は辛かった日々のことなんて考えなくなっていました。張り切って朝早くから車を出し、一日中観光を楽しんだ私と母。あとはホテルで温泉に浸かってゆっくりするだけ。そう思っていた矢先、事件が起きたのでした。ホテルに着き、スタッフに車を預けフロントへ向かうと、何やら言い争う声が聞こえてきたのです。なんで泊まれないのよ。本人の旦那がいいって言ってんだからいいだろ。そこにいたのは敬吾と義母でした。何してるの？おう、やっと来たな。お前からも言ってやってくれよ。なんでこんなところにいるのよ。そんなことどうでもいいのよ。さっさと部屋まで案内させなさい。だいたいお前ごときがこんないいホテルに、しかもスイートルームに泊まろうだなんて、生意気なんだよ。そう、私たちが今日泊まるホテルは、星がつくほどの超有名なホテル。予約もなかなか取れないようなホテルで、敬吾たちが羨むのも無理はありません。俺だって泊まったことがないのに、お前らなんかに泊まる資格はない。俺と俺の母さんが優先だぞ。お前とお母さんは、さっさと譲って帰れ。敬吾たちの物言いに、呆れ果てる私と母。さ、ここ、母の実家なんだけど。はぁ？それから、私たちも夫婦じゃなくなるんだから、勝手に旦那を名乗らないでくれる？話についていけない様子で、きょとんと目を丸くする、敬吾と義母。ちょっと、どういうことよ。ちゃんと説明しなさい。お久しぶりです。雪乃が大変お世話になったようで。母が話し出すと、フロントにいた責任者らしき人が駆け寄ってきました。社長、お越しいただいて早々申し訳ございません。この方たちが、娘さんのご家族として代わりに宿泊すると言って引かなくて。そう。社長ってどういうことだよ。ここは私の母、雪乃の祖母が経営していたホテルです。母は今も元気ですが、数年前に代替わりをしまして、今では私がここの社長を務めています。そんな。それなら話は早いわ。あなたたちはいつでもこのホテルを利用できるんでしょ？だったら今回は私たちに譲りなさい。開き直ったように上から目線で語る義母。雪乃から聞きました。今まで散々可愛がってくれたそうじゃないですか。娘の実の父の葬儀にすら顔を出さず、挙句の果てに私の最愛の夫の死を笑ったそうですね。そんな人たちのために、こちらが何か用立てて差し上げる筋合いはないかと。それは。すみませんでした。これからは心を入れ替えて、お嬢さんを幸せにしますから。急に下手に出て、媚びを売り始める敬吾。って言ってるけど、雪乃はどうしたい？私を見てニコッと優しく笑う母。雪乃、最近は俺たち少しうまくいってなかったかもしれないけど、一時は愛し合った仲だろ？これからまた二人で幸せな家庭を作り直そう。な！私の答えはもう決まっていました。やり直すわけないでしょ？私が今までどれだけ辛い思いをしてきたか。お二人の今までの言動をすべて控えてありますから、慰謝料もしっかりと請求させていただきます。そんな。ちょっとしつけの仕方を間違えただけじゃない。慰謝料なんて大げさよ。お母さん、私言いましたよね。離婚するときは今までお母さんにお貸ししていたお金を清算すると。金を貸してた？母さんどういうことだよ。お母さんはあなたに隠れて何度も私にお金をせびってきたのよ。総額300万くらいかな。300万？どういうことだよ母さん。それは、ちょっと趣味にお金がかかって。言い争う二人。待って、
でもそれは雪乃さんの金なわけだから、財産分与であの家を売ればどうにか。確かにそうだよな。雪乃の父親の遺産もあるし、逆にプラスなんじゃ。あまりの自分勝手さに頭を抱える母。さ、盛り上がってるところ悪いんだけど、財産分与って言っても、そんな貯金ほぼないわよ。はぁ？あんた、警護のお金を一体何に使ったのよ。警護にはお母さんに黙っているようにって言われたんですが、警護は独身時代にギャンブルで作った借金があるんですよ。借金？警護どういうこと？しかもちまちま返していたもんだから、利息で膨れ上がって、私と結婚した時には900万になっていましたね。それを私が少しずつ返済して、残り400万にまで減らしましたけど、あとは自分たちで頑張ってくださいね。400万ってどうするのよ。どうするって、俺に聞かれても。それから、父の遺産は財産分与に含まれないですし、あの家も母名義の持ち物ですから。嘘だ。嘘じゃないわ。ちゃんと書類にサインだってしたでしょ？そんなの覚えてないぞ。私はちゃんと説明したわよ。書類関係は全部丸投げだったから、覚えてないのも無理ないかもね。そんな。ねえ、雪乃さん。早まるのはやめにしましょうよ。ね。これからは私が家事をして、あなたの趣味を充実させてあげるから。お断りします。これ以上は弁護士を通して連絡しますので、お帰りください。待って！警備員を呼んでちょうだい。母の一言で、警護と義母は警備員に連れて行かれてしまいました。急に静かになるフロント。あたりを見渡すと騒ぎを聞きつけて多くの人が集まっていました。しかし、母が社長権限で、その日泊まっていたすべてのお客さんに最高ランクのディナー等のサービスを提供することで、その場をあっという間に収めてくれたのです。雪乃、よく言ったわね。さ、あとは思いっきり楽しみましょう。母のおかげで、それからの旅行はすごく楽しいものになりました。ちなみに、あの二人が旅行のことを知った経緯は、ホテルの新人スタッフが私のアレルギーの有無を確認するために、家に電話をかけたことが原因だったそうです。それからしばらくして、私と警護の離婚は成立。慰謝料の請求も通ったのですが、分割ということで毎月振り込まれることになったのです。案の定、離婚後の警護たちは借金地獄に苦しむこととなり、母の追い打ちで家を追い出されたこともあり、しょぼいアパートで細々と暮らすことになったのでした。それから数年後、私は母と暮らしながら相変わらずハンドメイドに没頭しています。ただ、以前と変わったのは母のホテルでイベントの一環としてハンドメイドの講師をするようになったこと。たった一人での趣味でしたが、誰かと作る喜びを共有することで、私の日々はより一層充実したものになったのでした。一方、警護はというと、なんと、元義母が認知症を患ったんだとか、弁護士を通して、未だにやり直そう、母さんの介護を手伝ってほしいと連絡が来ているようですが、もちろんすべて無視しています。自分はあれだけ認知症にならないと言っていたのに、罰が当たったのでしょう。いい機会なので、介護生活の苦労を知ってもらえればと思います。